皆様こんにちは。シトラスハンドメイドのサラです。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回はこちらのハートのミサンガを編んでいきます。こちらのミサンガ、もしかしたら中級者さん以上かもしれないんですけれども、動画内ではゆっくり編み図を使いながら解説していますので、ぜひぜひ編んでみてくださいね。それではまず糸を準備していきます。今回2色のカラーを使っていきます。まず、1色160センチが2本で、もう1色も160センチが2本で、1本だけ100センチを準備します。これはどっちの色でも大丈夫です。はい、これが輪っかになる色になります。頭の部分ですね。で、折りたたみ方なんですけれども、こんな感じでね、160センチのこの4本の糸は普通に半分に折りたたみます。となるとこのね、片側80センチ、もう片側も80センチになりますね。で、1本だけ100センチの糸は片側40センチ、もう半分は60センチ、こんな感じでね、20センチのここに差ができます。この20センチで頭のトップの部分を編んでいきます。はい、今輪っかが編み上がりました。先ほどの折りたたんだ中心からちょっと左、短い方がですね、ちょっと左のここから輪っかを編んできて、20センチ分、この100センチ、一番短い糸の20センチ分をこんな感じで輪っかを編みました。で、この輪っかの編み方は別動画で詳しく説明していますので、もしよかったらそちらも参考にしてみてください。で、ここから編んでいくんですけれども、はい、編み方こちらです。はい、4の編み方と逆4の編み方、この編み方で編んでいきます。4の編み方の時は右の糸をまっすぐにして左の糸で4の形を作って下から出してきます。出した糸は右側へ行きます。逆4の場合はその逆で左の糸をまっすぐにして右の糸で逆4の形を作って下から出してきます。その出した糸は左へ行きます。この2種類の編み方で編んでいきます。はい、それでは編んでいきます。今こんな感じで糸が並んでいるんですけれども、一番端、右と左の端はこの輪っかにつながった糸、短い糸になっています。で、この輪っかと同じ色のカラーがここと中心で、もう一つのカラーがここに来てます。で、この輪っかと同じ色の160センチの方の糸ですね。この中心に来た糸同士でまずは4を2回編みます。4、1回、もう1回。ここをちょっとね離れちゃうので押さえながらこんな感じで編みます。はい、ここからですね、この編み図で編んでいくんですけれども、はい、ちょっとコツがいたりするのでね、この編み図ゆっくり説明していきますね。よかったらスクショしてくださいね。はい、ではまずはこの私は緑の糸になるんですけれども、ここを、じゃあどうしようかな、右から編んでいきます。右のこの2本、ここで逆4を2回編みます。1、2、で隣の糸へ逆4、2回、1、2、で左側この2本も
今度左側4を2回編みます。1、2で隣の糸へも4を2回、1、2で中心にこのグリーンが来たので、この2本で4を2回、1、2続いてまた右側から編んでいきますね。右側のこのグリーンの糸でこの右側2本をまとめて4を2回編みます。そしたらこの2本の今編んだね、この2本まとめて編んだこの長い方の糸、この長い方で隣へ逆4、2回、隣へも逆4、2回、左側も同じくミラーになりますね。左側はこのグリーンの糸でこの左2本をまとめて逆4、2回、でこのまとめて編んだこの2本の長い方でここ隣へこの右隣の方へ4を2回、隣の糸へも4を2回、でこの中心に来た糸同士で4を2回編みます。続いてまた右側から編んでいきます。まずはこの右側のこの2本でこの緑、この短い糸へ向かって4を2回、でこの2本でこっちが短い糸ですね。まずは4を1回、逆4、1回編みます。そうするとね、また短い糸は右に来ています。この長い方の糸で左へ逆4、2回、隣へも逆4、2回、左側はそのミラーになります。このグリーンの糸とこの短い糸で、ここはこうですね、逆4、2回、
この2本こっちが短い糸です。はい、でこの長い方の糸で逆4、1回4を1回編んで、左に短い糸が来ています。長い方の糸で右へ向かって4を2回、隣も4を2回で、真ん中に来た糸を通して4を2回編みます。そしたらまた右側から編んでいきます。一番右の糸で隣の糸へ、これ短い糸ですね、ここへ逆4、2回そしたらこの短い糸とその隣の糸、ここをまとめて今編んだこの糸で逆4、2回2本まとめて編みます。そしたらまたこの2本プラスその隣の糸もまとめて、この3本まとめて逆4、2回編みます。そしたらまたこの3本プラスその隣の糸もまとめて4本まとめて、この今編んできたこの糸で逆4、2回1、2、そしたら左側も同じくこんな感じでまとめていきます。一番左の糸でまずは隣の糸、この短い糸へ4を2回で、この糸とその隣の糸をまとめて今編んできた糸で4を2回そしたらこの2本プラスその隣の糸もまとめて今編んできた糸で4を2回そしたら3本プラスその隣の糸、この糸もまとめて4本まとめて4を2回編みます。そしたらこの真ん中に来た糸同士で4を2回編みます。これで一つハートが出来上がりました。続いて色を変えてまた同じハートを作っていきます。色が変わるだけなのでね、編み方はこの編み方全く一緒です。これをね V 字みたいな感じで編んでいきます。はい、で一番最初ここからこう編んでいくんですけども、この一番最初の出だしだけですね、ここ糸の長さを見てほしいんですけれども、まず最初の出だしは右と左、ここはね分かりやすくその短い糸を外に置いておく、この輪っかを最初編んだ糸ですね、この糸は外に置いておいて、
次のハート、私はこの黄色になるのでここにあります。でこの糸で一番最初編むんですけれども、糸の長さがこの2つ同じであればどっちでも大丈夫です。でもし糸の長さが長い短いみたいにこのバラバラだった場合、右の場合は右、外側って覚えておいた方がいいかな。外側の糸は短い糸を使ってください。で短い糸で左に向かって逆42回。で隣の糸へ逆42回。はい、これで大丈夫です。一番最初の出だしだけね、長さをチェックしてみてください。左側も同じくですね。まずはその短いところの輪っかの糸は外に来てますね。で一番最初はこの2本で編むんですけれども、もし長さが違ってた場合は短い糸は外側、この短い糸を使って4を2回。で隣の糸へも4を2回。で真ん中に来た糸同士で4を2回。はい、こんな感じで編んでいきます。今ここを編んだんですけれども、短い糸をこう真ん中に持ってくることによって長い糸は外側に来ますね。で外側はこういうふうに編んでいくので糸いっぱい使うんですね。はい、なのでもし長さが違った場合はここを編むとき外側に短い糸を置いて、ここだったら逆4を編むと短い糸は内側に入っていくので、左側の場合は4を編むときに外側の糸を短い糸で、それで4を編んで中心に持っていくと長さが足りなくならないので、はい、そんな感じで編んでみてくださいね。でこれで今はここを編みました。次は糸の順番はこんな感じになって、今一番短い糸はこの外側に来ています。でこの長い糸でこの2本まとめて4を2回。でこっちの長い方の糸ですね。今回は分かりやすいですね。糸が変わってこっち側の糸で逆4、2回。隣の糸へも逆4、2回。で、左側も同じくですね。この一番左の糸は短い糸です。で、この隣の糸とこの2本をまとめて長い糸で逆4、2回。そしたらこっちの長い方の糸で隣へ向かって4を2回。隣も4を2回。で真ん中に来た糸同士で4を2回。
続いて右側ですね、ここ同じ色の糸なんですけれども、こっちが短い糸です。こっちが長い糸です。ここちょっと分かりにくいんですけれども、長い糸でこの短い糸をこんな感じでね、4を2回編みます。長い糸で編んでます。はい、すると長い糸がこっちで短い糸が内側に来ています。で、そしたらこの緑の糸で4を1回、逆4、1回編みます。この短い糸は右へ、この緑の糸へ中心へ向かって編んでいきます。逆4、2回、隣の糸へも逆4、2回、左側も同じく、ここは同じ色の糸同士なんですけれども、こっちが長い糸ですね。で、こっちが短い糸、こうなってるんですけれども、ちょっとここ惑わされちゃうんですけれども、長い糸でこの短い糸へ逆4、2回編んでいきます。短い糸をまっすぐにして、長い糸で逆4を2回、長い糸が外へ行きます。で、この2本で、これ短い糸ですね。この糸へ向かってこのグリーンの糸で逆4、1回、4を1回編んで、この緑の糸へ、この糸で中心へ向かって4を2回ずつ編んでいきます。で、この中心に来た糸同士で4を2回編みます。続いて、右側からまた編んでいきます。一番右のこの長い方の糸で、この糸でこれを中心に持っていきます。糸をぐっとまとめていきますね。一番右の糸で、まずは隣の糸へ逆4、2回。そしたらこの短い糸と隣の糸をまとめて逆4、2回。で、この2本まとめた2本とその隣の糸もまとめて逆4、2回。で、隣の糸をまとめて、今4本まとまってます。この4本をまとめて逆4、2回。左側も同じく編んでいきます。一番左の長い糸でずっと中心に向かって編んでいくんですけれども、まずは隣の糸へ4を2回。で、この今編まれた糸とその隣の糸でこの糸2本まとめて4を2回。
2本ともう1本隣の糸をまとめて3本まとめて4を2回で3本と隣の1本をまとめて4本まとめて4を2回そしたら真ん中に来た糸を通して4を2回編みます。はい、今ハートが2つ出来上がりました。ここまで来たらまた最初の色に戻って編んでいきます。糸の並び順はこんな感じですね。同じく一番短い糸は外側で、今度はこの外枠がグリーンになるのでここにグリーンが来ています。で一番最初のこのトップを編む時だけ、一番最初ここからスタートしますよね。ここを編む時だけこの長さですね、この2本の長さどっちが短いかなっていうのを確認して、短い方がこの外側、右の場合は右に来る。で左の場合、この左の2本の場合は短い方が外、左側に来る。で編んでいくと長さちょうどよく出来上がると思います。この2本同じ長さであればどっちでも大丈夫です。でしばらくこんな感じで順番にハートを編んでいきます。はい、完成しました。ハートのミサンガが出来上がりました。皆様編めたでしょうか？今回ちょっと難しかったかもしれないんですけれどもね、また慣れてきたらこんな感じでアレンジもできちゃいます。このね、一番短かった糸、あの糸だけを変えて、このトップの部分だけ色を変えてこういう風に編んでも可愛いですよね。ちょっとこのね、間からこのトップの糸が出てきがちなのでね、また慣れてきたらこんな感じのアレンジも楽しんでみてください。はい、それでは今回もここまでご覧いただきありがとうございます。もし動画が良かったよと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。